皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連でロシアのニュースを中心にしてお届けします。ここ最近は中東で激しい戦闘が起こっていたこともあり、その間、ロシアへの情報を更新してきませんでした。半月程度離れていたとしても、そんなに変わりがないだろうと思われるかもしれません。しかし、戦争の長期化に伴ってロシアの内部の崩壊といったものは徐々に進んでいくものであり、その変化について、その途中経過を追っていくのも非常に重要でしょう。ある日突然何かがガラッと変わるのではなく、ひたひたとその変化といったものは足元で起こっているものです。特にロシアの場合だと、軍事関連の予算が GDP の 6% 以上という状態になっており、制裁も加わって内部の余裕といったものはどんどんと失われていきます。たとえ資源大国であろうと、たとえ農業大国であろうと、大規模な戦争を長期間行うことは負担以外の何者でもないのです。今回はそうしたことを感じられるようなニュースを中心として、ロシアのニュースを追っていきましょう。まずは、ロシアにおける高額な軍事費、これをどうやら維持することが難しくなりつつあるようです。そのことを伝える記事がこちら。プーチン大統領、オリガルヒが経済問題を訴えた後、戦争費用削減を発表。プーチン大統領は、国防費の削減を計画していると述べた。予算に占める国防費の割合はすでにソ連時代以来の記録的な水準に達している。ロシア国庫の現在の国防関連支出は GDP 比 6.3% に上る。これは相当な額だとプーチン大統領は指摘した。我々は国防費の削減を計画している。来年、再来年と今後3年間の計画だ。国防省、財務省、経済発展省の間で最終合意はまだ得られていないが、おおむね全員がこの方向で考えていると大統領は述べた。サンクトペテルブルクで開かれた国際経済フォーラムでは、多くの高官や大企業のトップがロシア経済の深刻な問題を発表した。例えば、マクシム・レシェトニコフ経済発展相は、ロシアはすでに景気後退の瀬戸際にあると訴えた。また、中央銀行総裁のエルビラ・ナビウリナ氏は、軍事行動と制裁という状況下で経済成長を可能にしてきた資源の枯渇について警告した。ナビウリナ氏によると、生産拡大に必要な自由労働力、企業の未活用の生産能力、そして流動資産の3分の2がすでに消費されている国家福祉基金の積立金は全て枯渇しているという。本格的な戦争に突入する前の状態のロシアは、特にエネルギー資源を各国へと輸出することによって、その利益を積み立てしてきました。しかし、ウクライナに対する本格的な侵攻に伴って制裁がかけられると、その積み立ててきた貯金をどんどんと切り崩して、軍事予算に大金をつぎ込み続けてきました。兵士に対する給料は非常に多く支払われましたし、軍事産業に対する莫大なお金の投入は、それに伴って関連産業にお金が行き渡るようなこともありました。また、多くの人々を戦場へと駆り立てることによって労働市場は逼迫し、人材の取り合いに伴う給料の高騰といったものも見られました。しかし、軍事予算の大規模投入といったものによる大量生産、大量消費といったものは必ずしもウクライナの戦場で報われているわけではありません。特に今年に入ってからのロシア軍はわずかな前進のために非常に多くの人命とお金をつぎ込み続けている状況が続いており、現在のペースであれば数百年かからないとウクライナを打ち倒せないような状況に陥っています。このまま貯金が完全に底をつけば国家経済そのものが大きな麻痺を迎えてしまうでしょう。それだけに予算の縮減といったものも進めていかなければならない状態となっています。次に、ロシアの軍事産業に対する信任がまた下がりました。先日行われたイランとイスラエルとの本格的な戦闘において、イランは軍事協力関係にあるロシアに対して支援を求めました。しかしロシアはウクライナ侵略に全力を投入している状態で、イランに対する軍事支援は全くできない状態です。それは何も無償支援という意味だけではなく、何か兵器や弾薬類などを売ってくれるように求めても、そもそもそれに応じてくれるような状況ではないといったことがあります。そうしたこともあり、イランはロシア製の戦闘機ではなく、中国製戦闘機の購入を決定というニュースが流れています。イランはイスラエルとアメリカとの12日間の戦争で甚大な被害を受けた後、中国製の J10C 多用途戦闘機の購入交渉を強化した。イランは空軍の早期近代化を目指しており、
中国の戦闘機はロシアのスホイ35に代わる手頃な価格で安価な代替機と見られている。ミリタリーバランス2025によると、イスラエルとの戦争以前、イラン空軍は約150機の戦闘機を保有していた。これらは主にイスラム革命以前にイランが継承したアメリカ製の旧式モデルで F4 ファントム2、F5 タイガー2、F14 トムキャットなどが含まれていた。また、1980年代後半から1990年代初頭に導入された MiG-29-18 機も保有しているが、そのほとんどはスペアパーツ不足と整備の難しさから戦闘能力を失っている。イランが購入に同意した最後の外国製戦闘機は2023年に契約されたロシア製スホイ35だ。イランは合計50機の発注をしたが、現在1機あたりの価格は1億ドルを超える。しかも、ウクライナ戦争のため、ロシアから納入される見込みはない。一方、J10C は中国が F16V やグリペン E のより手頃な代替機として位置づけている多用途戦闘機である。1機あたりの価格は6000万ドルから9000万ドルで、スペアパーツ、保証、武器、パイロット訓練を含んでいる予定。一部の人たちは、ロシアが非常に優勢に戦いを進めていると今でも言い続けていますが、そうであるならば、兵器の生産についても余裕があるはずです。しかし、戦闘の結果、プラスアルファ、整備不良に伴う墜落事故なども多発していることから、ロシアの戦闘機は本格的なウクライナ侵略が始まって以来、基本的にその機数は減り続けています。そのため、正式な契約を行ったイランに対しても、戦闘機の引き渡しが全くできていない状態です。こうした状態が続くことから、イランは中国製戦闘機の導入を進めることにしたのでしょう。このような話はインドとの関係においても発生しています。ロシア、インドへの対空ミサイル S400 の納入を3年間延期。ロシアの兵器を海外に供給する主要契約の一つ、対空ミサイル S400 のインドへの売却が中断された。2024年に5個師団分の最新ロシア防空システムを引き渡す予定だったが、インド軍は依然としてこれらのシステムの引き渡しを待っている状態だ。インドとロシアの国防省は2018年に締結された契約に基づく納入が事実上3年間延期されたと報じている。情報筋によると、ロシア側は S400 ミサイルの第4師団を2026年末、第2師団を2027年末までにインドに配備すると約束していた。なお、インド政府はロシア製防空兵器の新たな購入契約を締結する予定はないという。インド国防省はロシア製のスホイ戦闘機からフランス製ラファール戦闘機を購入することに方針を転換している。また、その他にもロシア製の戦闘ヘリやスホイ30戦闘機の購入交渉を凍結。ロシアが進めていたスホイ57をベースにした第5世代戦闘機の共同開発プロジェクトからも撤退している。その他にもインドはロシアの戦車についても見合わせるようになっており、ロシアの兵器産業に対してインドはもはや何も期待しておらず、欧米やもしくは自国での開発といったものを進めるものとみられます。また、働き盛りの人たちに対して戦場へと駆り立てている状態のため、ロシア国内では労働者不足といったものが深刻となっています。そこで発生しているのが北朝鮮頼みです。北朝鮮から兵器や弾薬類などをどんどんと入れようとしていることに加え、労働者についても北朝鮮からどんどんと招こうとしています。北朝鮮ドローン工場で働くために2万5,000人をロシアに派遣か。北朝鮮はロシアと西側諸国の外交筋を引用し、最大2万5,000人をロシアに派遣し、ドローンの製造と運用方法の習得を検討していると報じた。北朝鮮の訓練生は、ロシアのドローン製造工場で訓練を受ける予定だ。北朝鮮はロシアのドローン製造を支援したいと考えている。ウクライナの情報当局によると、ロシアと北朝鮮との間で長距離攻撃型無人機の生産開発を支援することで協議がまとまっているという。ロシアは北朝鮮の支援を受けることによって、現在、月間約2000機の無人機を生産しており、これを5000機に増やす計画だ。また、労働者を派遣してこれらの人たちを訓練することによって、ロシア国内の製造量を増加させる。それに加えて、製造方法を学んだ上で、北朝鮮に工場を建設し、北朝鮮でもまた大型ドローンの製造に着手するとしています。
そのことを伝えるニューズウィークの記事。ロシアとウィンウィン。北朝鮮に軍事ドローン、シャヘド製造拠点を設立する理由。軍事ドローンをめぐるロシアと北朝鮮の蜜月について、ウクライナの情報当局によれば、ロシアと北朝鮮は軍事ドローンシャヘドの製造拠点を北朝鮮国内に設立することで合意。北朝鮮は武器や兵力を提供する見返りに、ロシアから経済支援や技術移転を受けるとみられる。北朝鮮にとってはロシアとの交易を拡大させることは直接的に利益になります。北朝鮮にないものを多くロシアは保有しています。例えば食料やエネルギー資源、軍事技術。北朝鮮にとって欲しいものはこれら3つです。そしてロシアの方も人間がどんどん足りなくなっていることから北朝鮮から多くの人間を労働者や兵士として派遣してもらいたがっています。ある意味両者の利益が合致しているのです。しかしこのようなことを見れば、ロシアが他の国に頼らなければならない現状を表していると言えるでしょう。そもそもロシアだけでこの戦争に勝てるというのであれば、北朝鮮から兵器や弾薬、そして人間を受け入れて、その見返りとして様々なものを与えるといったことなど必要なかったはずです。ちなみにこうしたロシアの内側が少しずつ崩れているといった話はありますが、しかし同時に戦争もまた終わる気配はありません。そこでヨーロッパにおいては再軍備を宣言し、GDP 比 5% の防衛費を多くの国々で共通の目標として採択されました。これによってウクライナ支援はヨーロッパが主役となり、これからもウクライナを支えるでしょう。そしてこのGDP 比 5% といった要求はトランプ政権がまず要求してきたわけですが、アジア地域においても同様の要求がなされることとなっています。アメリカホワイトハウスで記者会見を行うレビット大統領報道官の言葉、NATO の同盟国にできるならアジア太平洋地域の同盟国、友好国にもできるはずだと述べた。日本などにも大幅な積み増しを求める考えを示した形。ヨーロッパと同様にアジア地域においても GDP 比 5% の防衛予算を達成できるはずだとしています。韓国の中央日報はこの話題に対してこのような記事を出していました。国防費 GDP 比 5% に NATO のように増額。韓米間で協議開始。韓国側に対しても正式な通達が入っているようで、国防費をどれだけ増やすかについての議論が始まっているようです。アジアとはちょっと違いますが、オセアニア地域のオーストラリアに対しても同様の要求は入っています。ただし、オーストラリアに対する要求としては 5% という数字ではなく 3.5% といった形で要求が来ていたようです。ヨーロッパにおけるこの 3.5% というのは純粋な国防費についての話で、これに関連予算 1.5% を付け加えて5% という数字が出ています。なお、オーストラリアの場合だと、現在国防費は GDP 比 2%。この 2% という水準については、以前のトランプ大統領が要求していた水準です。しかし、ここ最近のトランプ大統領は 5% という具合にして要求水準を引き上げています。オーストラリアは今すぐにそのような高い比率へと引き上げることは困難であるとして、今のところ応じることはないとしています。ただし、防衛費の増額傾向については、これから続けていくと表明しています。変化していることそのものについて、まずは見ておく必要があります。というのも、何も変化していないんであれば、ロシアは非常に盤石だなというふうな考え方もすることができます。しかし、変化している事柄といったものを一つ一つ見ていけば、だんだん状況がロシアにとって悪化していることを理解することができるでしょう。例えば、ソ連の遺産、戦車や装甲車といったものが、ソ連時代に大量に作られ保管されていた。それらについて修繕し前線へと送り続けてきたといったことに関しても、戦争研究所のレポートでは、もはやソ連時代の遺産についてはそのほとんどを使い果たしており、今は前線帰りの軍用車両を修理し、また新しく作ったもので前線を何とか持たせることが今のロシアにとって一つ大きな課題となっていることを指摘しています。また、最初の方の記事でもありましたが、戦争が本格化する前の状態においては、ヨーロッパを中心としてロシアのエネルギー支援を大量に輸入し続けていました。それによってもたらされた富をロシアは貯金として積み上げていました。しかし、そのほとんどについて今や使い果たしており、戦時経済を支えていた資金源といったものを失いつつあります。そして人間の数という意味においても、ロシア国内における労働者不足といったものが深刻化することに伴って、他の国に頼らなければならない状況が
悪化し続けています。もちろん一つ一つの事柄というのはそれをもってして明日にでもロシアが崩壊するといった話ではありません。しかし一つ一つのきしみといったものが積み重なることによって、これ以上軍事費を積み増すことができないんだなといったことが理解できたり、これ以上軍事力を大幅に強化するのも限界が来ているなといったことを理解することができるわけです。例えば極端な話、戦争に何としてでも打ち勝とうとするならば、ありとあらゆるものを切り捨ててでも軍事費に突っ込むといったことも十分考えられるわけですが、現状そのようなことができないわけです。プーチン大統領が国防関連の予算を削減していくという話をしているのは、削減したいから減らしていくのではなく、削減せざるを得ないからこれからは減らしていく。しかもそれは周りから言われたからそうしようという話へとすり替えているのだと私は思います。結局のところ戦争が長期間続くことによって国力が高まってロシアが大発展するといったような話は全く絵空事に過ぎないのです。多くのお金を投入して軍事物資を生産、それらを大量に消費もしくは撃破されることに失うことによってロシアの富が増えるわけがないのです。それに戦争の長期化に伴って戦場で亡くなる人々や負傷する人々が増えれば増えるほどロシアの未来が閉ざされていくわけで、それをもってしてロシアの未来は明るいなと言っている人がいたら、それはかなり無茶苦茶なことを言っている人だと見るべきでしょう。あなたはこの話を聞いてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。